やや不安になるんですけども、この本に書いてある、この執筆者は消費者庁の専門委員会の座長さんがまとめた本なんですね。ということは、非常にやっぱり差があるんじゃないかということと、後ほど、ちょっともう時間がないからいいですけども、ホームアドバイザーに、法11条第2項を確認いただいたら、明文規定があるのになぜ、通知になった段階で明文規定に反するような内容になるかということが、分離解釈からして私ちょっと分かりにくいということ。今、ちょっと炎上しつつある、この議論について今日は徹底的にというか、ご説明していきたいと思います。福永克也弁護士も登場。という、斉藤元彦兵庫県知事、百条委員会をめぐるこの議論です。場外乱闘拡大。片山元副知事が百条委員会の場で、この本によれば、元県民局長の内部告発、その告発者探ししたって違法でも何でもないんだよ。あれは公益通報として通報者探し禁止の保護には値しないんだよ。この本があるんだよ。と言っていた。その法律書をめぐる論争。これに対して著者の方が、いやいや、そのことはその本に書いてないよ。というふうに訂正要求をしたという騒ぎになりました。それをめぐって、様々な方から意見が出て激論になりつつある。この改正公益通報者保護法第2版に関する議論をちょっとご説明していきたいと思いまして、ただ結構これ込み入った議論なので説明がですね、大変でございまして。郷原弁護士の、手下みたいな西脇弁護士というのがいてですね。で、動画をずっといろいろ上げててですね、僕にも、いろいろ絡んでくれてるみたいなんですけれども、その動画自体ちょっと長いんで、見てらんないんですけど、僕に、コメントとかで西脇弁護士がこんなこと言ってましたよみたいな、くれる人がいるので、それでおよそこんなこと言ってんだろうなということが分かったので、解説したいと思うんですけれども、一つは公益通報者保護法の話で、片山副知事が百条委員会で話した内容ですね。で、片山副知事は、法律の11条の2項とか4項の読み方が、必ずしもこうだみたいな話は一言もしていなくて、単純に、今話題になっている改正公益通報者保護法の第2版のね、僕も動画で説明しましたけど、本の中に、11条2項っていうのは、一語通に限定されると書いてありますよと。という感じで解釈が分かれるところなので、いろんな人の意見を聞いたらどうですかと言ってるだけで、別にその解釈がね、絶対正しいんだなんて一言も言ってないわけですよ。で、これに対して西脇弁護士が、上げ足を取ったように、そもそも民間が書いた本なんて、ね、権威性もないんだから、裁判所のね、判断でもなければ、立法そのものでもないんだみたいなことを言ってるらしいんですけども、そんな当たり前で、誰もそんなこと言ってないんですよ。はい。2024年12月25日の百条委員会で、片山前副知事公益通報者保護法の解説書を取り出して、3号通報外部通報には通報者保護は適用されないと証言しましたが、兵庫県議会事務局へ本の著者からメールが入り、片山前副知事の解釈が間違えているので訂正してほしいと連絡があったとの報道がされています。ここに来て、斉藤知事界隈が新たな動きが出てきました。この動きの中で、西脇弁護士と福永弁護士が場外バトルを繰り広げています。法令などの文章をそのまま読んでいけば、もう書かれていること。で、それに対して、片山元副知事が、いや、この本読んだら、そんな感じに読めることも書いてあったので、それを信じたんです、と言われても、結論。本を読む前に、法律とかの条文を読もう。ということで、本を読んでいる時間があったら、その間に法律を読んで、内閣府の指針を読んで、そういう正式なものから順番に読んでいこう。というのが結論になります。ですから、そこにそうもバッチリ書いてあるのに、それをすっ飛ばして、本屋さんで買ってきたこの本に、それっぽいことが書いてあったので、と言われても、それは片山元副知事が百条委員会という正式な場ですべき発言だったのでしょうかという、そういった疑問が残るお話なので、結局法解釈はもうそこで固まっているとしたら、斉藤元彦さんがこの元県民局長の方の
公益通報、それは外部に対して最初は行われた公益通報について、これ出したのドイツなんだと言って通報者探しをしたということは、それは公益通報者保護法、そしてそれに紐づく内閣府の指針によればダメ、違反という話になるのは動かなくて、この本を信じたかどうかっていうのはあんまり本論とは関係がないという話になるんじゃないかなと思います。で、これに対して西脇弁護士がなんか上げ足を取ったように、そもそも民間が書いた本なんてね、権威性もないんだから、裁判所のね、判断でもなければ、立法そのものでもないんだみたいなことを言ったらしいんですけども、そんな当たり前で誰もそんなこと言ってないんですよ。はい。で、最終的に今回の斉藤知事の問題って、司法判断なんて得られないんですよ、おそらく。元県民局長すでに亡くなっているので、例えば3ヶ月の懲戒処分がね、公益通報者保護法に反して違反だったのかどうかとかっていう判断がもうできないですしね。で、その探索禁止義務とかも行政罰とか直接あるわけじゃないので、使用判断は結局出ない可能性もあるので、そういう意味で最終的な判断じゃなくて、ね、そのいろんな人の考え方とかも参考にしながら、その斉藤知事のね、責任問題を考えなきゃいけないんですよ。はい。という意味で、見解がね、複数あるかどうかとかね、あるいはもう絶対に一つの見解しかないんだっていうところは結構重要で、少なくとも解説本は法11条2項について1号通に限定するとはっきり書いてあるんですよ。はい。で、作者は、中野先生は、後からね、片山区知事の言った内容は間違ってるんだと言っていたんですけれども、ご本人は今はそういう見解かもしれないですけれども、本を書いた時点では、法11条2項について1項に限定するというのは、明らかにそのつもりで書いてるんですよ。あそこの該当箇所はそれ以外読めないんで。はい。それに対して、ね、外部労働者等のね、その通報に関してまで対応する義務がないことを言いたかったんだとか、それは詭弁でしょ。そんな話どこにも出てきてないのに、急にそこでさ、あそこで書くわけないんだからさ。で、その話と指針の解説のところの話は、もう整合性とかは多分あんまり意識せずに書いちゃったから、法律の条文だけを見れば、法の11条2項は1号通報に限定されているというふうに中野弁護士は読んで、おそらくそういう記述を書いて、一方、指針は指針で、指針の解説見れば、2号3号も含むって書いてあるんで、それはそれで書いたんですよ。だから、法11条2項と指針が、ね、一貫してるかどうかっていうところの意識が多分抜けた上で書いたからあんな風になっちゃったんですけれども。それはいいんですけどね、最終的に著者がせって言ってるんで、じゃあ本の記載が間違ってたでも何でもいいんですけれども、要は、見解がね、1個じゃなくて2つ存在し得るっていうことになってくると、もし斉藤知事が最終的に公益通報者保護法に反するようなことをしたんだとなった場合にも、その違法性の程度って変わってくるんですよ。解釈が分かれるものについてね、産後通報は公益通報者保護法の探索禁止義務に当たらないんだというような見解をもとに、探索禁止義務に反するようなことをやっていたとしてもね、公益通報者保護法にね、反しないと思ったわけなんで、そこには一定のね、猶予されるね、事情とかもあるかもしれないんでね、そういう意味で、別に、民間の解説本っていうのは全く意味ないわけじゃなくて、で、そもそもさ、西脇弁護士ってさ、公職選挙法の、買収罪の選挙活動の定義と、事前運動の選挙活動の定義が違うみたいな話をするときにさ、築城解説の本ね、分厚い3冊の本、あれを持ってきてさ、めちゃくちゃどうやってたわけじゃん。ここに書いてありますよって言ってたけど、ね、それ民間の本じゃんだって、それ書いてる人が学者だろうがさ、どっかの法務省かなんかの役人だろうがさ、元裁判官だろうがさ、どちらにしても民間が出してる本で、別に司法判断のオーソライズもなければ、別に立法の民主的コントロールも聞いてない民間の本であることは一緒なんだからさ、それを持ってさ、これやって言ってたくせにさ、今度解説本でさ、ね、11条2項が1号通報に限定されて書いてあったら、そんなの所詮民間の本になって、それ一貫してなくて都合いいよねって話でさ。で、あと公益通報の定義がね、その法律の条文上も指針の中でも1号、2号、3号全部含むって書いてあるの。それもその通りで、ただ11条2項は、ね、公益通報者の保護を図るためとは書いてあるんだけれども、その目的に対して、ね、目的が1号、2号、3号も含めた公益通報者の保護を図るためだけれども、その手段としてさ、必ずしも1号、2号、3号を全部カバーしたことばかりが書いてあるとは限らないわけで、ね、1号、2号、3号通報も含めた公益通報者を保護を図るために、一旦1号に関してしっかりと、体制義務とかを取りましょうねというような、日本語は別にあり得て何も矛盾しないわけなので、はい。そのこと言っちゃったらさ、
まあ、条文そのものに目的とね、手段が書いてある11条2項とか4項の話とは、まあ、ちょっとまた別なんですけど、もともと法律の1条にさ、目的が書いてあって、公益通報者のね、保護を図りましょうって書いてあって、でもその後に出てくる条文はさ、それぞれ、必ずしも1号、2号、3号通報全部を対象したものじゃなくてもさ、1号だけを対象としたもの、2号、3号も含めたものとかいろいろあって、それで全体で公益通報者保護をしようってなってるわけなんで、別にそこは必ずしも絶対的に公益通報者の保護を図ろうと書いてあってね、それが3号通報も含むからといって、その続いている手段が3号も含むと、別に論理必然的には絶対的には言えないわけですよ。はい。あとなんか解説本を最後まで読みましょうねみたいなこと言ってるらしいんですけど、最後まで読むのは当たり前で、どっちかというとちゃんと前から順番に読みましょうねって話ですよ。前から順番に読んでいったら、ね、法11条2項に関して、法律に関して、1号通報に限定されてますよというのは明確に書いてあって、で、その後に、指針に関して2号3号も含みますと書いてあるんだから、それは法律が1号なのに、指針が2号3号含むって、ここ矛盾してるよねと、前から順番に読んでいったら気づくんですよ。なのに、法律ね、その法律の話と、そのね、会の概念である指針のさ、上下関係は法律が上で指針が下にもかかわらずさ、それぞれを全く独立したものとして考えてるから、法律について1号って書いてあるけれども、指針に2号3号書いてあるんだから全部読みましょうねと。全部読んでも順番に読んでったらさ、法律が先に優先するんだから、これ本の記載内容として矛盾してますよねっていうのが明らかにわかるわけで、そういうところもすっ飛ばして、印象操作的なことを言ってるのが、相変わらずね、元テレ朝出身の弁護士だなっていう感じはしますよね。はい。あとね、なんか国会でもすでに議論の決着ついてるって言ってるんですけど、ついてるわけないじゃん。だって、普通にさ、石破さんの答弁の話があるだけでしょ。石破さんって国会の人なんですか？はい。もちろん内閣、ね、総理大臣であり議員でもあるんだけれども、あれは行政の立場として言ってるだけで、それは消費者庁がもともと指針ない指針の解説を作ってたんだからさ、そんなもん内閣の立場として、公益通報者のね、探索禁止義務が2号3号も含むっていうのは、別に国会で出てきた話ではなくて、元から指針の解説に書いてあるんで、行政の見解としてはそうなのは、それは明らかなわけですよ。はい。ただ行政の見解と立法の話っていうのは別なわけですしね。で、もともと立法の話で言うと、立法過程のね、制定時の検討会では、ね、増山議員も言ってたけれども、第1回検討会、第2回検討会では、ね、公益通報のその探索が禁止義務のその他の措置っていうところね、あそこは1号通報だけしかないっていうふうにはっきり書かれていてさ、その後議論をすることもなく、第4回ぐらいになると、急に3号通報も当然含まれてるの出てきてるんだけれども、そこ議論すっ飛ばしてるわけなので、そういう意味で、なんでその条文にじゃあ3号通報も含まれるように、ね、する必要があったのかとかね、それが合理的なのかっていうところの議論がなされていないわけだから、果たしてそれは条文の読み方としてもね、3号通報が含まれるように、ね、含まれる以外に読めないように条文を書きましょうみたいなところまでさ、果たして意識して作られたかどうかもわからないんでね。はい。そんな感じで、また、西脇弁護士が、適当な印象操作しているんで、そこの解説だったんですけれども。皆さんは、今回の西脇弁護士と福永弁護士の場外バトルどのように感じましたか？感想をコメント欄に記載していただきますと、動画作成の励みになります。皆さんご視聴いただきありがとうございました。